本最大級の 3D プリンターのお祭り、ジャパンレップラップフェスティバル、通称、JAF。そこで開催されるラジコンイベントに出ることになった。ので、出場マシンをこしらえるとしよう。今まで作ったマシンで出るか、新しく設計するか、色々と迷った結果、こいつで出場することにした。理由はいくつかあるけど一番は、今年がサイクロンマグナム発売30周年だから。30年？さすがにそんなわけないと思ったけど、どうやら本当らしい。現実を受け入れるのに時間がかかりそうなので、一旦これまでのグランプリマシンを振り返り、サイクロンマグナムのシャーシを時系列で見てみよう。最初はこちら、ミニ四駆のシャーシを加工して作ったマシン。制御基板は B コアを使っている。関係ないけど TZ シャーシってかっこいいよね。次はこちら、3D プリンターを導入して作ったマシン。制御には M5 スタンプピコという小型モジュールを使用。よく見るとまだ配線がごちゃごちゃしている。そしてちょいちょいアップデートを繰り返し、量産機ベースの現在、オリジナル設計の基板を使っているので、配線はかなりスッキリしている。こうして振り返ってみると、自作マシンですら約5年も経っている。そりゃサイクロンマグナム発売から30年というのも納得ですね。さて、マシンはすでに完成しているので、このまま出場しちゃっても良いけど、せっかくなので色々とアップデートしていこう。私のグランプリマシンは速度を追い求める設計ではないものの、イベント中は他の自作マシンと走る場面もあるので、今回は速度アップの改造もアンロックしてみる。進化ポイント1、ギア比。通常のギア比は 7.5 対1。ピニオンギアとプロペラシャフトのギアを変更することで、ギア比 5.5 対1の高速仕様になる。シャーシに搭載するとこんな感じ。ギアサイズが変わって干渉しないの？と思うかもしれないけど、設計段階でギア変更を見越した形状にしておいたのだ。進化ポイント2、バッテリー。これはリン酸鉄リチウムを使用したバッテリーで、巷ではリフェバッテリーと呼ばれている。標準電圧は 3.2V。1本でアルカリ電池2本くらいの電圧がありながら、リチウムイオン電池に比べて安全性が高いという代物。2本で 6.4V なので大幅なパワーアップが期待できる。ただし GP ユニットの電源電圧は 5V までなので、今回は市販のモータードライバーと高圧回路を使用。シャーシに搭載するとこんな感じ。進化ポイント3、ボディ。今までプラボディを使っていたけど、マイコンの LED が見えない弱点があったので、満を持してクリアーボディにアップデート。モロチン模様は気合の筆塗り。ボディを仕上げてシャーシに搭載すれば。ラジコンフェス特別仕様グランプリマシン。サイクロンマグナム、完成だ。一見するとノーマルマシンに見えるけど、キャノピーから本物の基板が見えている。少しだけ漫画やアニメっぽく見えるように、エッジにラインを入れてみた。がっつりマットなアニメ風塗装にすると、タイヤや透明キャノピーが浮いてしまうので、程よい艶消しで仕上げつつ、アニメとリアルの間っぽく見えるようにした。マシン重量は約 94.7g。プラボディとアルカリ電池の状態から 12g 以上軽くなった。参考までにノーマルミニ四駆のサイクロンマグナムは、リアステーなし、アルカリ電池搭載で約 122g。して、先代のボディはお約5面。というのもあれなので、スペアマシンを作成してみた。こちらはメインマシンとコンセプトを変えて、できるだけ 3D プリンターを活用したマシン。手持ちの素材を総動員して各パーツを造形してある。メインマシンのパーツが破損したら、このマシンから拝借するという算段。もしくはイベント進行の時間的に修復が間に合わないときは、そのままスペアマシンにバトンタッチもか。制御基板は 6.4V 版で不具合が起きた場合を想定し、安心と信頼の量産型 GP ユニットを搭載している。そしてここで新しい試みに挑戦してみたのでご紹介。それがこちらのパーツ。フレキシブル基板という薄い基板で、スマホやノートパソコンなどにも使われている代物。PCBWay の基板製作サービスで試作してみた。これを何に使うかというと、こんな感じでモーター端子の接点になるってわけ。今まではミニ四駆のターミナルを伸ばして切って貼り付けて、一個ずつ時間をかけて手作業で作っていたけど、かなりの時間短縮になった。組み立てハードルが下がったので、量産マシンもバンバン作れるぞ。これで品切れになっていたブースの在庫を補充できる。
発注手順は通常の基板とほとんど同じで、キキャドでパッドやパターンの形を設計したら、PCBWay のサイトで基板のスペックを選択。基板の厚さを 0.15mm にすることで、銅箔の厚みを88マイクロメートルまで厚くすることができる。これならある程度大きな電流が流れても大丈夫。もろもろの条件にもよるけど、パターンを広く設計すればかなりの大電流も流せるので、市販のターミナルとモーターの間にこれを使えば、モーター平置きの肩軸シャーシなど、色々なレイアウトのオリジナルシャーシが作れそう。ちょっと脱線したけど、GP マシンにフレキシブル基板を導入したお話でした。余談ですが、当初このイベントの参加募集時には、3D プリンターの活用度が採点に影響する、という方式が予定されていたのだけど、その後、勝敗ではなく楽しくやろうぜ、という方式にアップデートされた。だったら自分が一番見せたいスタイルで行くしかねえ。というわけでこちらをメインマシンにしたんですね。シェイクダウン。コンクリート路面で走らせてみる。ゴー。さすがに速すぎるのでは？軽量になった上に出力は約2倍。こうなるのも当然か。じゃじゃうますぎてまともにコーナリングできない。本末転倒だけどプログラム上で出力を絞ってみた。さっきよりは多少良くなった気がする。ので、マーカーを置いてテスト走行行ってみよう。ゴー。まずは慎重に走らせてみる。スピンしないように小刻みに操作して。ストレートの伸びは良いぞ。おっと。どうやら3ボルト用の走行パラメータだと、極端なオーバーステアになってしまうみたい。というわけでプログラムの修正が必要なのだけどその前に、JAF の会場ではたくさんの 3D プリンターが動くので、電力系統に負荷がかかるわけです。するとラジコンフェスの走行中に、照明が消えてしまうかもしれませんね。そんな時は、みんな、サイクロンマグナムの光についてこい。これがやりたかったわけですね。超高輝度白色チップ LED を使用しているので、大出力にするとかなりの明るさ。さらにしっかり前方を照らせるように、取り付け角度も調整してあるぞ。車検対応バッチリですね。というわけで会場が暗くなった時には任せてくれ。次の日にプログラムを修正。操作性はかなり良くなってきたので、ひとまず合格ラインに到達したと言って良さそう。今回はグランプリマシンのサイクロンマグナムを改良。走行性能も見た目も進化させることができた。そしてフレキシブル基板を使うことで、モーター端子の生産効率を上げることにも成功した。メインマシンのパラメータはまだ改良の余地があるので、イベントまでの1週間でさらにブラッシュアップさせたい、と言いたいところだけど。JAF 2日目のこちらのイベントにも参加することになった。ので、残り1週間で JCJC 用のマシンを仕上げなければならない。なぜ毎回このパターンになってしまうのか、その謎を解明するため我々調査隊は Amazon の奥地へと向かった。